今日はお好み焼き餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。今日からね、また新しい年が始まりますが、今年もですね、たくさんいろんなレシピをご紹介していきたいと思いますので、楽しんでご覧いただけたらと思います。どうぞ今年もよろしくお願いします。はい、ということで今回新年1回目のレシピなんですが、お正月には欠かせない切り餅を使ったお好み焼き餅を作っていきたいと思います。お餅がたっぷり入ったもちもちで美味しいお好み焼きなんですが、粉類は入れずに作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお好み焼きの材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、キャベツ、豚バラ肉、卵、とろけるチーズ、紅生姜、だしの素、そして焼く時にサラダ油を使用していきます。まず切り餅なんですが、こちら1つ約 50g の切り餅を使っていきます。なので今回トータルで 100g の切り餅を使用します。こちら丸餅などを使っていただいても OK です。そしてその他はベーシックなキャベツ、豚バラ、卵、チーズ、紅生姜、こちらの具材を入れていきます。この具材に関しましてはお好みのものを入れていただいて OK です。そしてだしの素に関しましては、こちらはかつおだしになります。続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。お好みソース、マヨネーズ、鰹節、青のり、こちらの材料でトッピングしていきます。このトッピングに関しましてもお好みのものを使用してください。ということで早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずキャベツから切っていきます。こちらは芯を切り落としてください。キャベツはですね、2センチ幅ぐらいで切っていきます。このように切ったらくるっと回転させて、また同じようにだいたい2センチ幅ぐらいで切ってください。このような芯の部分に関しましては、こちらは薄切りにします。そうすると食材のね、馴染みが良くなります。気になる部分があったらやってみてください。キャベツはですね、このようにちょっと大きめにカットしてください。そうすることでね、生地がばらつきにくくなります。そしたらですね、キャベツはこちら耐熱のボウルに入れます。そしてふんわりラップをして、こちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらやけどしないようにラップを取り外してください。軽く加熱していただくとキャベツがちょっとしんなりして具材とね絡みやすくなります。そしたらここにまずねだしの素を入れてください。そしてキャベツ全体に絡めて、キャベツの熱でだしの素を溶かしていきます。はい、キャベツはここまで作っておいてください。それでは続いてお餅を切っていきます。お餅はねすごく硬いので、手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。お餅はですね、だいたい1センチ角ぐらいの大きさに切っていきましょう。はい、まあだいたい1つ10等分ぐらいになるといいかなと思います。それではね、もう1個も同じように切っていきます。お餅はこのように切ってください。切ったお餅はですね、先ほどのキャベツのボウルの中に入れましょう。このように入れておいてください。それでは続いて紅生姜を切っていきます。紅生姜は粗めのみじん切りにします。まあ、ざっくり切っていただければ OK です。そしたらこちらの紅生姜もボウルに入れます。そしてボウルにチーズと豚肉以外の具材が入ったら、ここに卵を割り入れます。2つ一緒に割り入れちゃって OK です。そして卵を溶きほぐしながらよくね混ぜ合わせましょう。はい、これで卵がしっかり溶きほぐせれば OK です。それでは続いて豚肉ですね。こちら分量外ですが、塩コショウで軽く下味をつけておきましょう。まあ、こちらね片面だけで OK です。今回ね私が使っている豚バラ肉はこのように切れてるものになってますので、もし長さのあるものを使う場合は半分ぐらいに切っていただくといいかなと思います。さらにですね、今回豚バラを使ってますが、こちら細切れ肉や切り落とし肉などでも OK です。それでは焼いていきます。今回は直径24センチのフライパンを使って焼いていきます。ここにサラダ油を敷いてください。一度全体に広げましょう。そして火にかけます。
火加減中火です。一度このままフライパンを30秒ほど温めてください。30秒ほど温めたらここにね具材を入れます。そして広げましょう。ちょっとねこうお餅のばらつきがあったら適当にね広げましょう。はい、でこんな感じで広げてください。そしたらですね、この上にとろけるチーズをかけます。このタイミングでちょっとね卵が固まってきたらキャベツに沿わせるように形を整えていきます。はい、こんな感じでね整えてください。そしたらここに豚肉をのせます。豚肉をのせたら火加減弱火です。そして蓋をしてこのまま弱火で3分ほど焼いていきます。はい、今ね3分ほど経ちました。蓋を開けます。そして一度ね焼き色をチェックしてみてください。これでいい感じの焼き色がついてたら裏返します。今回結構大きめなのでお皿に一度移します。一旦火を止めてください。一度ねこのようにお皿に移してください。この時もねやけどとかには注意してください。こんな感じです。そしたらやけどしないようにそっとフライパンをかぶせて、そして裏返してください。あとはねやけどしないようにお皿を外します。このようにね美味しそうに仕上がってますね。そしたらもう一度火にかけます。火加減弱火です。そしてまた蓋をして同じように3分ほど焼いていきます。はい、今ね3分経ちました。蓋を開けます。そして一度ね焼き色をチェックしてください。これでねいい感じに焼き色がついてれば OK です。そしたらですねちょっと裏面も見せたいと思うので一旦火を止めてまたお皿をかぶせて、そして裏返します。よいしょ。このようにね美味しそうに焼き色がついてます。こちらね裏表どちらでも大丈夫です。今回このままねトッピングしていきたいと思います。それでは仕上げていきます。まずですねソースを全体に塗りましょう。はい、このように塗ってください。続いてマヨネーズですね。こちらねこのままピーッとトッピングしていきます。マヨネーズを細く出したい場合はキャップを取ってここにねラップをピタッと貼り付けてください。そしてこの部分を輪ゴムで留めます。あとはこの表面に爪楊枝でね 3,4 箇所穴を開けます。このまま出していただくと細く絞ることができます。もし細く絞りたい場合はこのようにやってみてください。今回はね普通のこの口のタイプで絞っていきます。ではかけます。そして爪楊枝を使ってこのようにピーッと跡をつけます。はい、こんな感じです。こちらはお好みでやってみてください。あとはここに青のりです。そして鰹節をかけます。トッピングはこんな感じです。こちらはお好みでやってみてください。はい、これでお好み焼き餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねすごく美味しそうに仕上がってます。ではねちょっと切ってみたいと思います。お餅もねこのようにとろっと柔らかい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。お餅がこんな感じでのびのびです。すっごく柔らかくなってます。ではいただきます。お餅がもっちもちです。すごく美味しいです。そしてキャベツもたっぷりで食べ応え抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のお好み焼き餅のポイントです。まずお餅に関してなんですが、今回切り餅を使ってます。こちらは丸餅を使っていただいても OK です。同じように小さめにカットして使うようにしてください。今回のお餅の量なんですが、1つ約 50g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてキャベツなんですけれども、こちらは少し大きめの2センチ角ぐらいの大きさにざく切りしていただいて、その後電子レンジで軽く加熱してください。そうすることで
具材とねきちんとなじませることができます。あとはですね、豚肉とチーズ以外の材料を全部混ぜて、そして温めたフライパンの上に置いて広げてください。卵液がね少し流れ出てくると思うので、少し固まってきたらお好み焼きの幅に合わせて寄せてみてください。そしてその後チーズと豚肉をのせて、そして両面蒸し焼きしてください。今回はね両面3分ずつ焼いてるんですが、だいたい3分からね多くて4分ぐらい焼いていただくといいかなと思います。もしお餅が硬い時は片面4分ずつ焼いてみてください。ちなみに今回私はですね24センチのフライパンを使ってます。こちらは目安にしていただけたらと思います。焼く時はきちんと蒸し焼きしないとお餅がねなかなか柔らかくならないので、必ず蒸し焼きして焼くようにしてください。あとはですねお好みでトッピングして召し上がっていただけたらと思います。そして豚肉に関しましても、今回豚バラ肉を使ってますが、細切れ肉や切り落とし肉を使っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はお好み焼き餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。